ですね、富士フイルムの GFX50S2 っていうカメラがなんかもうすぐ発売されるみたいなんですけど、GFX50S2 はほとんど GFX100S と違わないみたいなので、その GFX100S を半年間使った身として、その GFX100S の感想を交えながら GFX50S2 はね、どうなのかってことをね、ちょっと話していきたいかなと思います。はい、それでまずね、2つのね違いを、ちょっと確認したいと思います。まずですね、大きな違いですね。大きな違い3つあると思っていて、まずは画素数ですね。画素数が、GFX50S2 は5140万画素で GFX100S は1億200万画素で、だいたい半分になってますね。GFX100S からは。はい。で、もう一つがオートフォーカスの違いですね。GFX50S2 は、コントラストオートフォーカスがついています。で、GFX100S はですね、インテリジェントハイブリッドオートフォーカスといって、コントラストオートフォーカスと位相差オートフォーカスを状況に応じて使い分けるっていうのが、GFX100S のオートフォーカス機能ですね。はい。で、あと最後の一つが、GFX50S2 は 4K 動画が撮れない。で、GFX100S はもちろん 4K 動画が撮れる。この3つが大体大きな違いになります。でそれぞれの違いを一つずつ話しながら、僕がなんか思うこととかを話していきたいと思います。まずは動画で 4K が撮れないってことですね。はい。これはまず動画を撮らない人はまず気にしなくていいんですけど、4K 動画を撮っている人は、この 4K 動画が撮れない、フル HD かな、フル HD ってしか撮れないと思うんですけど、これはどうかっていうと、僕個人的な話ですと、気にしなくていいんじゃないかなって思います。はい。っていうのは、僕一回その GFX100S が出た時にそれで旅行動画を撮ってみたんですよ。 4K で。で、今それ以降撮ったかっていうと一回も撮ってないんです。それ以降というか、その前からもそうなんですけど、現在もソニーの α7S3 とかで動画を撮影しています。で、その GFX100S で動画を撮らなくなった理由っていうのはいろいろあるんですけど、まずはね、大きいんでカメラも大きいしレンズも大きいので、旅行でね持ち歩く時に結構ね大変なんですよ。で、動画なのでなんか結構手で動かしたりするから結構重いし結構大変なんですね。っていうのと、あとバリアングルとかできないとかね、そういうのもあるんですが、あと使ってて思ったんですけど、オートフォーカスがやっぱりソニーの方が、ソニーの α7-3 はほぼ同画機なので、それと比較してはねちょっと申し訳ないというか比較するもんじゃないと思うんですが、やはりね動画を撮る時のオートフォーカスはソニーの方がねいいなと思ったので、旅行動画とかはもう撮らなくなりましたね。なので GFX100S50S2 かなで動画を 4K 動画を撮らなくてもいいんじゃないかなっていうのが正直なところですね。僕個人としては、全然 4K 撮れなくてもそもそも使わないので気にしてません。はい。で次にオートフォーカスの違いですね。GFX50S2 の方はコントラストオートフォーカスで 100S の方はインテリジェントハイブリッドオートフォーカスなんですけど、それぞれの違いですね。まずコントラストオートフォーカスっていうのは、オートフォーカスのスピードがそこまで速くないけど暗いところに強いっていうもので、位相差オートフォーカスはオートフォーカススピードは速いけど暗いところに弱いっていう特徴を持っているみたいです。で、インテリジェントハイブリッドオートフォーカスっていうのはそれらの2つのオートフォーカスを状況に応じて使い分けるというものですね。なのでおそらく暗いところだったらコントラストオートフォーカスを使って、明るいところで被写体が激しく動いているときは、位相差オートフォーカス使うとか、そういう感じになってると思います。で、50S2 は位相差オートフォーカスがないので全部コントラストオートフォーカスになると思うんですが、コントラストオートフォーカスは暗いところに強くてスピードがそんなに速くないので、全体的に
GFX100S に比べるとオートフォーカススピードは若干遅くなるだろうということだと思います。ただね、その2つの比較がねちょっと、僕はできてないので、その違いはどうなのかって言われると何とも言えないですし、その富士フイルムの人に聞いても、ちょっと分かりませんねみたいな話をねされるんですよ。で、50S2 の方は、手ブレ補正の段数が 6.5 なんですね。で GFX100S は6なんですよ。だからその辺もオートフォーカスの性能にね影響があるかもしれないので、もしかしたらスピードはそんなに変わらないかもしれないですし、どうなるかっていうのは使ってみないと分かんないっていうのが正直なところです。で、僕個人としてはオートフォーカスってそんなに使ってないので、これも特に気にしていません。この点ももう、GFX100S は何に使ってるかっていうと、三脚に置いて、例えば天の川を撮るとか夕日を撮るとかなんか景色を撮るとかね、そういうのに使ってるので、基本的に大体マニュアルでやってます。で普通に手持ちで例えば街の中で写真を撮る時とかも大体マニュアルフォーカスを使うので、オートフォーカスってねそんなにね使わないんですよね。だからオートフォーカスの機能が多少落ちるかもしれないっていうふうに言われても、僕個人的にはそんなに気にしなくていいのかなって今は思ってます。はい。で最後にその画素数の違いですね。で僕が一番気にしてるのは、気にするとしたらこの画素数の違いなんですけど、50S2 が5140万画素で、100S が1億200万画素で半分ぐらいの、倍の差があるってことですね。はい。で画素数が多ければ多いほど画質がいいかっていうとそうではないんですけど、それぞれねメリットデメリットあって、僕が一番その1億画素を使ってていいなって思う点は、そのクロップ耐性が強いっていうことですね。切り取っても全然その画素数がそもそもが多いので、その写真、それ切り取った場所だけでも写真として成り立つっていうことができるんですよ。で例えば東京タワーの写真、インスタグラムにアップしてるんですけど、東京タワーの写真とかは写真を撮った時は東京タワー全体を撮ってたんですけど、撮ってて、でそれをアップしようかなと思ったんですけど、編集してる時に寄ってみると橋がねあって、で橋がレインボーに輝いてるところがあったんですよ。でこれは撮る時に気づかなくて、これはいいなと思って、でそこを切り取って東京タワーと橋の、写真にしたんですね。でそういうことが、画素数が多ければ多いほどやりやすいっていうのがあって、 GFX100S を使ってみて一番楽しいなと思ったのがそこの点でした。はい。で5000万画素になっちゃうと、5000万画素も十分大きな画素数なので切り取ってもねある程度はできるんですけど、やっぱりその1億画素と比較してしまうと、半分になっちゃうので、その辺の力が弱まってしまうかなっていう感じですね。なので僕が気にしている点は一番はそこですかね。はい。で画素数が、低いことのメリットとしては、例えば高感度になって夜に強くなるってことですね。夜景とか例えば星空とか撮るときはおそらく画素数は多いと結構不利になっちゃうので、少ない方がいいかなと思います。あとはファイルの容量がかなり下がるってことだと思います。1億画素あるとローデータがだいたい200メガバイトして、エクストラファインの JPEG でも、40メガぐらいするので、例えばタイムラプスを撮っちゃったりするとかなりのメモリーカード256ギガとかあってもそんなに撮れないので、その辺がね結構ネックになるかなと思ってます。はい。あとはね画素数が多いと、例えばタイムラプスを撮った時にかなりでかいタイムラプスができるんですよ。だから 8K とかも多分全然できますし、あとはその元の画素が多いのでズームができるので、ズームをしつつその写真をこう動かせるので、あたかもその赤道儀をつけてるような動きをね疑似的に再現したりとか、そういうことがね後からできるんですよね。その画素が多いとね。なのでそういう面白さ、楽しみ方、表現の仕方っていうのができるのが高画素タイプなのかなってちょっと思ってます。いろいろこう
話してきましたが、僕個人として気にしている点は画素数だけで、オートフォーカスとか、4K 撮れないっていうのは特に気にしてません。4K 動画はそもそも撮らないし、オートフォーカスもほぼ使わないので全然気にしてません。で、写真の画素数だけ少なくなるとちょっと切り取りができなくなるかなとかいう、不安があるって感じですね。なので、どういう人がこの 50S2 に合ってるかなって考えると、今の話を求めるだけなんですけど、三脚を用いて景色とか、星でもいいんですけどバンと撮る人で、そんなに切り取りしない人とかでしたら全然100S じゃなくて 50S でも十分な気はします。あとはそのオートフォーカス機能を使って動くものをね、わーって撮りたいとかね、そういう人はもしかしたら 100S の方がいいかもしれないですが、なんかどしっと構えて撮るタイプの人でしたら50S2 も 100S もそこまで大きな違いはないんじゃないかなって思います。はい、ということで、29日にねもう発売されるので、その購入のね参考になったら嬉しいです。